のささやきの朗読やこれは俺と工藤と遠藤で初めて海外に行った時の話だ。きっかけは本当に些細なもので、いつも通り特にやることもなく三人でダラダラと過ごしていた夜のことだった。テレビも適当に流しているだけで誰も真面目に見ていない。そんな中でスマホをいじっていた工藤がふと思い出したように顔を上げた。なあ、海外とか興味ねえ？唐突なその一言に、俺は少し間を置いてから顔を向けた。はあ？急になんだよ。そう返すと、工藤はどこか楽しそうに口元を歪めながら、スマホの画面をこちらに軽く傾けて見せてきた。いやさ、最近ちょっと調べてたんだけどさ、海外って日本と違ってマジモンが出るっていう場所があるらしいんだよな。また始まったと思った。こういう話題を持ち出すのはだいたいこいつの役目みたいなものだった。はぁ、またその手の話かよ。俺が呆れ半分でそう言うと、工藤は気にして様子もなく肩をすくめる。いやいや、でもさ、一回くらい行ってみたくね？そういうとこ。まあどうせなら本場っていうかさ。いや、普通に意味わかんねえし、一人で行けよ。俺がそう突き放すと、工藤はすぐに困ったような顔を作ってみせた。いやー、それが無理なんだって。俺、言葉もわかんねえしさ。そこまで言ってから、わざとらしく視線を横に流す。その先にいるのは、ずっと無言で座っていた遠藤だった。その瞬間、嫌な予感がした。でもさ、お前らいるじゃん。軽い調子でそう言いながら、工藤は身を乗り出した。なあなあ、海外旅行行こうぜ。いつもの流れだった。工藤が言い出して、俺が適当に突っ込んで、それでも結局、なんとなく話が進んでいく。今回もそんな感じで終わると思っていたんだ。その時までは。少しの間を置いて、遠藤が口を開いた。場所ってどこなんだ？低く、抑えた声だった。その一言で、ほんのわずかだけ空気が変わった気がした。工藤も一瞬だけ言葉に詰まりかけたが、すぐにいつもの調子に戻る。東南アジアの方。なんか安くってさ、観光地も多いし、飯もうまいらしい。そう言いながらスマホを操作して、今度ははっきりと画面を見せてきた。あとさ、これ見てくれよ。レビューなんだけど。そこには予約サイトの画面が表示されていた。写真だけ見れば、ごく普通の綺麗なホテルに見える。評価、めっちゃ極端なんだよ。最高だったってやつと、二度と止まらないってやつが半々くらいでさ。だからなんだよ。こういうの、一番面白いじゃん。全然面白くない。やめとけって、そういうとこ。俺がそう言うと、工藤は軽く笑って受け流した。大丈夫だって、どうせ何も起きねえから。その時遠藤は何も言わなかった。ただ一度だけ画面をじっと見て、小さく息を吐く。ここか。ぼそりとしたつぶやきだった。その意味を、その時の俺は特に気にしなかった。そして結局、そのまま話はまとまった。いつも通り、流れで決まったようなものだったが、気がつけば本当に
チケットを取っていて、気づいたら出発の日が来ていた。空港に向かう電車の中でも、工藤はずっと落ち着きがなかった。窓の外を見ては何かを言い、スマホを見てはまた騒ぐ。初めての海外に浮かれているのはわかるが、それにしてもテンションが高すぎた。やべえな。本当に行くんだな、俺ら。お前が言い出したんだろ？いや、でもさ、なんか実感湧かなくね？そんなやりとりを横で聞きながら、俺はぼんやりと遠藤の方を見た。遠藤はいつもと変わらない様子で座っていた。ただ時折、窓の外に視線をやっては、何かを確かめるように目を細めている。その仕草が少しだけ引っかかった。飛行機に乗って数時間後。現地に着いたのは夕方を少し回った頃だった。空港を出た瞬間、空気の違いがはっきりとわかる。湿気を含んだ重たい空気と鼻に残る独特の匂い。それに加えて周囲から聞こえてくる言葉もどれ一つとして意味がわからなかった。うわぁ、海外って感じするな。工藤は相変わらず楽しそうだった。俺たちはタクシーを拾い、予約をしていたホテルへと向かった。そのホテルは外から見れば特に変わったところはなかった。むしろ値段の割には整っていて、見た目だけなら当たりを引いたようにも思えた。めっちゃいいじゃん。工藤が満足そうに言う。確かに悪くはない。ただ、入り口をくぐった瞬間に、ほんのわずかな違和感を覚えた。それは、静かすぎるんだ。ロビーには人がいるし、受付にもスタッフはいる。それなのに、音が妙に響かないというか、空気が吸われているような感覚があった。なんか静かじゃね？俺がそう言うと、工藤は軽く振り返る。気のせいだろ。こういうもんじゃね？そう言われれば、そんな気もする。遠藤は何も言わず、ただ一度だけ天井の方を見上げた後、すぐに視線を戻した。部屋に案内され、中へと入る。内装も特におかしなところはない。ベッドが3つ並び、壁にはテレビと、その正面に大きな鏡が取り付けられている。普通だな。俺がそうつぶやいたとき、工藤が鏡の前で立ち止まった。なあ、この鏡さ。どうした？いやー、なんか位置微妙じゃね？言われてみれば、ベッドの正面にあるにはあるが、ほんの少しだけずれている気がする。気にするほどではないが、なんとなく落ち着かない配置だった。まあ、こんなもんなんじゃない？俺はそう言って流した。そして工藤もすぐに、まあいいか。と、興味をなくした様子でベッドに倒れ込んだ。夜になる頃には観光で歩き回った疲れもあって、3人とも部屋でくつろいでいた。テレビをつけても内容はよくわからず、結局スマホをいじるか雑談をするかのどちらかになる。そんな中で、ふと工藤が思い出したように口を開いた。そういやさ、こういうとこって、やっぱあるらしいぞ。嫌な予感しかしなかった。何がだよ。決まってんじゃん。出るやつ。またその話か。と内心で思いながらも、俺は適当に相槌を打った。なんかさ、深夜2時に目をつぶって、変な言葉を唱えてから鏡を見るとさ、後ろに何かがいるらしいんだ。やめろって。俺が思わず遮ると、工藤はすぐに笑った。冗談だって。そんなんやるわけねえじゃん。
確かに、その場の誰も本気にはしていなかった。遠藤も特に反応を示さなかった。しばらくして、もう寝るか。と遠藤がそう言った。それをきっかけに俺たちは順番にベッドに入る。電気を消すと部屋は一気に暗くなった。カーテンの隙間から差し込む外の光だけがぼんやりと室内を照らしている。まあ明日朝から動くしな。おやすみ。工藤の気の抜けた声が聞こえてきた。そして遠藤は何も言わなかった。目を閉じてからどれくらい経ったのかわからない。ふと俺は目を覚ました。理由ははっきりとしない。ただ何かに引っかかったようなそんな感覚があった。部屋は静まり返っている。いや、耳を澄ますとかすかに何かが聞こえる。小さな声。途切れ途切れで言葉とも呼べないような音。な、ば、し。誰かが何かをつぶやいている。俺はゆっくりと体を起こし、暗闇の中で音のする方を見る。工藤だった。ベッドの上に座ったままこちらに背を向けている。その姿はほとんど動かないのに、口元だけがかすかに動いているのがわかる。トゥラ、な、ば。はっきりと聞こえているはずなのに、意味だけが抜け落ちていくような不思議な感覚だった。その時、ふと視界の端にあの鏡が入った。そしてなぜか目が離せなくなった。鏡から目が離せなかった。暗がりの中でぼんやりとこちらを映しているだけのはずなのに、妙に存在感がある。光もほとんどないのに、そこだけ輪郭がはっきりとしているように見えた。その理由に気づくまで少し時間がかかった。鏡の中に映っているのは部屋の様子と、ベッドの上に座っている工藤の背中。それだけのはずだった。最初はそう見えていた。けれど、じっと見ているうちに違和感がじわじわと広がっていく。工藤の後ろに何かがいるんだ。そう認識した瞬間、背筋が一気に冷えた。ただ、それはすぐに人影だとは思えなかった。距離感がおかしい。本来なら、工藤の背後に立つなら、もう少し引いた位置にいるはずなのに、鏡の中のそれはやけに近いんだ。肩のすぐ横というよりは、ほとんど覆いかぶさるような位置に顔だけがある。ありえない位置だった。しかもその顔はこちらを見ていたんだ。俺は思わず息が詰まった。目はある。鼻も口もある。形だけなら人間と何も変わらないはずなのに、全体のバランスがどこか狂っている。片方の目はこちらを捉えているのに、もう片方はあさっての方向を向いているように見えるし、口元は笑っているのに、その笑みには一切の動きがなかった。張り付いたような同じ形のままの笑み。そして何より近すぎるんだ。鏡越しとは思えないほど、その顔はこちら側に迫っている。その瞬間だった。入れて。工藤の声がはっきりと聞こえた。さっきまでの途切れたつぶやきとは違う、意味を持った言葉。俺は反射的に視線を鏡から外し、工藤の方を見た。工藤はゆっくりと立ち上がり、そのままドアの方へと歩き出していた。動きがぎこちない。まるで誰かに操られているみたいに、一定のリズムで迷いなくドアへと向かっていく。
入れて。もう一度同じ言葉。その声はさっきまでとは違っていた。工藤の声のはずなのに、どこか重なって聞こえる。そしてほんのわずかに遅れて、別の声が同じ言葉をなぞっているような、そんな違和感だった。ドアノブに手がかかる。俺は、まずいと思った。止めなきゃいけないと分かっているのに、体が動かなかったんだ。視界の端で、さっきのあれがまだいるんじゃないかという恐怖で、思考がうまくまとまらなかった。その時だった。やめろ。低い声がすぐ後ろから聞こえた。振り返るより先に遠藤が動いていた。ベッドから起き上がると同時に一直線に工藤の元へと向かい、その肩を強く引き戻す。そのまま体勢を崩した工藤を無理やり床に押さえつけると、迷いなく首の後ろに手を当てた。遠藤！俺が思わず声を上げると、遠藤は一瞬だけこちらを見た。鏡見るな。それだけを言うと、すぐに視線を工藤へと戻した。その目は、さっきまでとは明らかに違っていた。次の瞬間、鈍い音が部屋に響いた。ドンという重い衝撃音。遠藤が工藤の首の付け根を一定のリズムで叩き始めていた。力任せというよりかは、何か型があるような動きだった。感覚を崩さずに、同じ場所を同じ強さで叩き続けている。それと同時に何かをつぶやいている。低く、抑えた声で。それは確かに聞こえているはずなのに、意味が頭に入ってこない。音としては認識できるのに、言葉としては残らない。ただ、その中の一つだけ、はっきりと聞こえたものがあった。戻れ。その言葉に反応するように、工藤の体がビクリと跳ねた。次の瞬間、工藤が笑った。それは、喉の奥から絞り出すような不自然な笑い声。その笑い声が妙に遅れて聞こえる。口の動きと音のタイミングが合っていない。ずれている。入れて。さっきと同じ言葉がまた漏れた。でも今度ははっきりと二重に聞こえた。一つは工藤の声、もう一つはもっと低くかすれた声。やめろ。それが誰のものなのか一瞬わからなかった。遠藤でも俺でもない。なのにその場にいる誰かの声のように聞こえたんだ。遠藤は動じなかった。リズムを崩さず同じ動作を繰り返す。ドン、ドンと鈍い音が続くたびに工藤の体がビクッ、ビクッと痙攣する。戻れ。短く、はっきりとした声。それを何度か繰り返した後、不意にすべてが止まった。音も、動きも、声も。工藤の体から力が抜け、そのまま床に崩れ落ちた。部屋の中に異様な静けさが戻った。遠藤はしばらくそのままの姿勢で工藤を見下ろしてはいたが、やがてゆっくりと手を離した。大丈夫だ。ぽつりとそう言う。何がどう大丈夫なのかわからなかったが、その声を聞いた瞬間、ようやく呼吸ができるようになった気がした。俺は恐る恐るもう一度だけ鏡の方を見た。だけどそこには何もいなかった。さっきまで確かにあったはずのあの違和感も、影もすべて消え去っている。
ただ、いつも通りの部屋が映っているだけだった。まるで、最初から何もなかったみたいに。そのことが逆に気味が悪かった。しばらくの間、誰も口を開かなかった。さっきまで確かに何かが起きていたはずなのに、部屋の中は妙に静かで、現実感が薄れているような、そんな感覚があった。床に倒れたままの工藤が小さくうめき声を上げる。俺と遠藤はほぼ同時にそっちを見た。工藤はゆっくりと目を開けて、ぼんやりとしたまま周囲を見回した。ここ、どこだ？ホテルだよ。覚えてねえのか？俺がそう言うと、工藤はしばらく考えるような顔をして、それから頭を押さえた。いや、なんか変な感じだな。その言い方に、さっきまでのことをどう説明するべきか迷ったが、結局そのまま聞くことにした。お前さっき何したか覚えてるか？え？さっき？工藤は少し眉を潜めて、それからぽつりとつぶやいた。夢なら見てた気がする。その一言で部屋の空気がわずかに変わった。遠藤は何も言わなかったが、視線だけが工藤に向いている。どんな夢だよ。俺が促すと、工藤はゆっくりと言葉を選ぶように話し始めた。なんかさ、ここじゃない場所で、暗くてよくわかんねえところで。一度言葉を切って目を細めた。俺、動けなかったんだよ。気づいたら、なんかに固定されててさ、なんか十字架みたいなやつに。背筋がじわっと冷えた。んで、その周りをさ、なんか人じゃねえやつがぐるぐると回ってるんだ。顔は見えてたはずなんだけど、思い出せねえんだよな。さっきまで覚えていたはずなのに、というように首をかしげている。でも一人だけ前に来たやつがいてさ。工藤の指が無意識に自分の目元を触る。そいつめっちゃ近かったんだよ。なんか、ありえねえくらい。俺は何も言えなかった。ただ、さっき鏡で見た、あれの距離を思い出していた。顔はちゃんとあったんだよ。目も口も、全部あるのにさ。なんか、配置がおかしいっていうかさ。そこまで言って、工藤は一度言葉を止めた。目がな、片方だけずっと俺を見てて、そしてもう片方は違うところを見てたんだ。口も笑ってんのに、音はしてなかった。ぞわりとした感覚が背中を這い上がる。んで、そいつがなんか言ってきたんだよ。工藤は少しだけ考えるように黙り込んでから、ぽつりと続けた。でもな、なんか日本語だった気がする。海外のはずなのに。その違和感に俺は思わず遠藤の方を見た。だけど遠藤は表情を変えなかった。もう見えてるだろう。って言われた気がする。その一言でさっきの鏡の光景が頭の中で完全につながった。それでさ、そして工藤はゆっくりと目を伏せる。細いもん持ってて、なんかやたらと尖ってた。指先がまた目元に触れた。そしてな、それをそのまま俺の目に、そこまででいい。遠藤が静かに遮った。短い一言だったが、それ以上話させない。
という強さがあった。工藤は、えという顔をしたが、それ以上は何も言わなかった。少しの沈黙の後、工藤はぽつりと付け加えた。あ、でもさ、上から声がしたんだよ。遠藤を見る。遠藤の声だった。ねえ、開けるなって。その言葉を聞いた瞬間、遠藤の視線がほんのわずかに動いた。で、そこで目が覚めたんだ。結局あれ、何だったんだろうな。軽く笑おうとはしたが、うまく笑えてはいなかった。俺は何も言えず、ただ遠藤の方を見る。遠藤は少しだけ間を置いてから短く答えた。見なくていいもんだったな。それだけだった。それ以上は何も言わなかった。とりあえず、もう寝ようか。俺がそう言うと、工藤は、ああ、と曖昧にうなずいた。明日も朝から動くしな。なんかよくわかんねえけど、結局いつも俺だよな、こういうの。そして工藤は少しだけ苦笑いをしながら、ベッドに潜り込んだ。お前、なんか引き寄せてんじゃねえの？俺が冗談半分で言うと、やめろよそれ。と返してきたが、その声にはいつもの軽さがなかった。それでも無理やり、いつもの空気に戻そうとする。まあでもさ、遠藤もいるし、大丈夫だろ。俺がそう言うと、工藤は、まあな、と小さく笑った。そして遠藤は何も言わなかった。部屋の電気を消す。暗闇が戻る。さっきまでの出来事が嘘みたいに静かだった。そしてベッドに横になりながら俺はぼんやりと考えた。あれは結局何だったのかわからなかった。でもとりあえず今は何も起きていない。それだけで十分だと思うことにした。まあ、遠藤がいるし、大丈夫か。俺はそう小さくつぶやいて目を閉じる。そしてしばらくして、ふと目を開けた。理由はわからない。ただなんとなく、さっきの鏡のことが頭に引っかかった。暗闇の中で、ぼんやりとその位置を見る。あれ？あの鏡、最初からあそこにあったっけ？目が覚めたとき、最初に思ったのは、静かだなぁ、ということだった。昨夜のことが嘘みたいに、部屋の中は落ち着いている。カーテンの隙間から差し込む朝の光が、やけに現実感を強くしていた。ベッドの上で体を起こしながら、俺は小さく息を吐く。結局、あれは何だったのか。夢にしては妙に生々しくて、現実にしてはどこか曖昧で、うまく整理がつかなかった。起きてるか？横から遠藤の声がした。いつもと変わらない低くて落ち着いた声だった。そっちを見ると、遠藤はすでに身支度を整えていて、荷物もある程度まとめてあった。それは昨夜のことがまるでなかったみたいに普段通りの顔をしていた。ああ、なんか変な感じだな。俺がそう答えると、遠藤は短く、だろうな、とだけ言った。それ以上は何も続けない。そのやりとりの後、少し間があってから、もう一つのベッドから
布団の擦れる音がした。工藤が眠そうな声を漏らしながら起き上がった。頭を押さえたまま、しばらくぼんやりと部屋の中を見回していた。なんかさ、やがて小さくつぶやく。変な夢見た気がするんだよな。俺は思わずそっちを見た。覚えてるか？そう聞くと、工藤は少しだけ考え込むような顔をした後、首を横に振った。いやー、なんとなくしか、つうか、思い出そうとすると消えるんだよな。その言い方に昨夜の話が頭をよぎる。十字架みたいなものに固定をされて、周りに何かが回っていたという夢。あの時は冗談半分みたいに聞いていたけれど、今はどうにも笑えない。まあいいや、腹減ったし。工藤はそれ以上気にする様子もなく立ち上がり、軽く体を伸ばした。いつもの調子に戻っているのが分かって少しだけ気が緩む。遠藤は何も言わず、ただ一度だけ工藤の様子を見て、それから視線を外した。チェックアウトの時間になり、俺たちはフロントへと向かった。ロビーは相変わらず静かで、数人の客とスタッフがいるにもかかわらず、妙に音が少ない。人の気配があるのに、それがうまく混ざっていないような、不自然な静けさだった。カウンターに立つと別の従業員が対応した。昨日の人物ではないが、雰囲気は似ている。無駄な表情がなく、動きもどこか機械的だった。簡単な英語でやり取りをしながらカードを差し出す。Thank you。伝票に目を落とし何かを確認している。その時だった。ほんの一瞬空気が引っかかったような感覚があった。バー、トゥラ。小さな音。ほとんど聞き取れないくらいの声だった。俺は思わず顔を上げる。今、何か言いました？俺がそう聞くと、従業員は何も変わらない表情のままこちらを見返した。No thank you。発音も間も自然だった。さっきの声とはまるで別のものみたいに。一瞬だけ迷ったが、それ以上は何も言えなかった。いや、大丈夫です。自分でもよくわからないままそう返した。カードを受け取ってカウンターを離れる。ホテルを出てしばらく歩いた後だった。さっきまでの違和感が完全に消えたわけではない。けれど、外の空気に触れているうちに、少しずつ現実に引き戻されていく感覚があった。そんな中で、後ろから工藤が声をかけてきた。なあ。振り返ると、少しだけ考え込むような、そんな顔をしていた。さっきのさ、なんか、聞こえなかったか？心臓が一瞬だけ強くなった。何が？俺がそう聞き返すと、工藤は少し言葉を探すように視線を泳がせた。わかんねえんだけど、なんか聞いたことある感じの。そこまで言って首を振った。いや、やっぱ気のせいかも。忘れていいわ。無理やり納得させるように言ってすぐに歩き出す。その背中を見ながら俺は何も言えなかった。気のせいで片付けるには妙に引っかかる。その後俺たちは予定通り観光に行った。市場は賑やかで
さっきまでの重たい空気が嘘みたいだった。屋台の匂い、色とりどりの布や装飾品、人の声、どこを見ても非日常で、海外に来ている実感がようやく戻ってきた。工藤はすっかり調子を取り戻していて、気になるものを見つけるたびに足を止めては、楽しそうに声を上げていた。やっぱ、こういうのいいな。そう言いながら手に取ったのは一つの仮面だった。人の顔を催しているはずなのに、どこか歪んでいる。目の位置が微妙にずれていて、口元は不自然に固定されているようにも見えた。俺はその仮面を見た瞬間、妙な既視感を覚えた。なあ。気づいたら声に出していた。こういうのってさ。仮面から目を離さずに俺はこう続けた。もっと奥行った方が面白いんじゃね？観光客向けの場所ではなくて、もっとローカルな場所。作られていないものがあるところ。そして工藤がすぐに反応した。いいじゃんそれ。せっかく来たんだしな。工藤はいつもの軽いノリで同意をする。その横で遠藤は少しだけ間を置いてから口を開いた。やめとけ。短い言葉だった。何遠藤、ビビってんの？軽くからかうように言うと、遠藤はすぐに首を振った。ちげえよ。それだけ言って少しだけ間を置く。その後さっきよりもはっきりとした口調で続けた。やめとけって言ってんだよ。その言い方にほんの少しだけ空気が変わった。けれど、工藤は気にした様子もなく肩をすくめた。大丈夫だってば。ちょっと見るだけだし。俺もつられて言う。そうそう、せっかく来たんだし。遠藤はそれ以上は何も言わなかった。ただ、小さく息を吐いてから低くつぶやく。はぁ、知らねえぞ。その一言だけが妙に引っかかった。市場を抜けて俺たちは少しずつ人通りの少ない方へと歩いていった。観光客の姿は減り、店もまばらになる。代わりに同じような模様や装飾があちこちで目につくようになっていく。円を描くような形、繰り返される配置。それはどこかで見たような感覚が少しずつ強くなる。すれ違う現地の人間たちは誰一人として目を合わせようとはしなかった。その空気がさっきまでの場所とは明らかに違う。なんか雰囲気変わったな。俺がそう言うと工藤も小さくうなずいた。そうだな。その時だった。すぐ横を通り過ぎた誰かがほんの小さな声で何かをつぶやいたんだ。ナバシトゥラ。はっきりと聞こえた。今度は間違いではなかった。俺と工藤は同時に振り返った。そこには誰もいなかった。俺、あれ知ってる。その一言で空気が一気に冷えた。今のって。工藤の声はさっきまでとは明らかに違っていた。軽さが消えて何かを確かめるような響きに変わっていたんだ。そのまま立ち止まり、振り返った先をじっと見つめながらゆっくりと言葉を続けた。さっきのあれ、知ってる気がする。その言い方に嫌な予感が胸の奥にじわじわと広がった。知ってるって何を？俺がそう聞くと
工藤はすぐには答えなかった。少しだけ考え込むように眉を寄せ、それから小さく息を吐く。わかんねえ。でも、聞いたことあるんだよな。一拍置いて、はっきりと言った。あ、夢だ。その瞬間、昨夜の話が頭の中でつながった。十字架みたいなものに固定されて、周りを何かが回っていた夢。そして、その中で聞いたはずの言葉。さっきの、それだと思う。工藤の声は小さいが、確信に近いものがあった。俺は無意識に周囲を見回す。人はいる。けれど、その誰もがこちらを見ていなかった。いや、違う。見ていないようにしているんだ。視線が合いそうになる瞬間だけ、わずかにそらされる。その不自然さに気づいたとき、遠藤が一歩前へ出た。戻るぞ。低く、抑えた声だった。え？思わず聞き返す。今すぐだ。言い方がいつもと違った。理由も説明もない。ただ、今すぐという言葉だけが強く残った。いや、でも、俺が言いかけたところで、遠藤はわずかに眉を寄せた。戻る。短く言い切る。その強さにさすがに空気が変わった。けれど、その時だった。背後でピタリと足音が止まった。振り返ると、数人の現地の人間が少し離れた位置に立っていた。さっきまでそこにいなかったはずなのに、気づけばそこにいる。そして全員無表情だった。何も言わずに、ただこちらを見ている。なあ、工藤が小さく言う。これ、やばくね？その言葉に答える前に、別の方向からも気配がした。横、後ろ、斜め。視界の端で人影が増えていく。一人や二人ではない。ゆっくりと確実に囲まれていく。逃げ道はあるはずなのに、なぜかそっちに行ってはいけないような、そんな圧があった。空気が重い。そして遠藤がもう一歩前へ出た。下がれ。低く言い放つ。その声に反応するように、周囲の人間たちが同時に動いた。バラバラじゃない。同じ方向へ、同じ速度で。まるで円を描くように。その動きに背筋が冷たくなった。工藤。俺は小さく呼ぶ。これ、あれじゃないか。工藤は短く答えた。ああ、夢のやつだ。気づいた時には足元の地面が変わっていた。さっきまでの舗装された道ではない。土の色が濃く踏み固められている。よく見ると円を描くように擦れた跡があった。何度も同じ場所を回ったような跡。俺は反射的に一歩下がろうとした。その瞬間、肩に手が触れた。思わず振り払おうとはするが、予想以上に強い力で掴まれた。ちょっと、離せって。言葉が通じているのかわからない。それでも声を上げるが、相手は何も反応しない。ただ静かに俺の位置を動かそうとする。おい、やめろって。さらに腕を掴まれる。一つではない。二つ、三つと触れる手が増えていく。気がつけば完全に動きを制限されていた。力を込めても
ビクリともしない。くそ！歯を食いしばる。そして遠藤が動こうとした。その瞬間、目の前に一人が立ちはだかった。無表情で、ピタリと、一歩も引かない。そして遠藤の動きが一瞬止まる。その隙だった。体が押される。一気に中心へと。そして俺は気づけば、円の真ん中に立たされていた。おい、やめろって！工藤の声が遠くから聞こえる。そして遠藤も何かを言っている。でも、距離の感覚がおかしい。さっきまで近くにいたはずなのに、妙に遠い。周囲の人間たちがゆっくりと動き出す。円を描くように同じリズムで歩き始める。足音が揃っている。そしてその中に声が混ざった。最初は小さく、そしてやがてはっきりと。ナバシトゥラ。一人。ナバシトゥラ。また一人。ナバシトゥラ。それが重なっていく。同じ言葉が少しずつずれながら何重にも響く。耳で聞いているのか、頭の中で鳴っているのかわからなかった。不快な振動みたいに意識の奥に入り込んでくる。体が動かない。足が地面に張り付いたみたいに力が入らないんだ。視界の端がわずかに歪み始める。円の動きが速くなったように見えた。でも実際は変わっていない。感覚だけがずれているんだ。ナバシトゥラ。声が重なる。完全に一つの音になる。こいつらは何かを呼んでいるんだ。そう思った瞬間、視界の端で何かが動いた。円の外側、人と人の隙間。そこにいないはずの何かが混ざっているんだ。それに気づいた瞬間、心臓が強く跳ねた。来るぞ！工藤の声が震えていた。これ、完全に同じだ！そう、あの夢と。その瞬間、円の動きがピタリと止まった。声も同時に消える。静寂。さっきまでの音が嘘みたいに何も聞こえなくなった。その中心で俺は動けないまま立っている。正面の人垣がゆっくりと左右に開いた。道ができる。その奥から何かが近づいてくる。足音はしない。ただ距離だけが詰まってくる。まだ遠いはずなのにもう近い。そして姿が見えた。人の形。でも人じゃなかった。顔はある。目も口もある。なのに全部が微妙にずれているんだ。片方の目だけがまっすぐこちらを見ていた。そしてもう片方はどこを見ているのかわからない。口元は笑っている。でもその形は一切変わらない。張り付いたような笑み。そしてそいつが止まる。俺の目の前で。ナバシトゥラ。その声は耳ではなくて頭の奥に直接響いた。理解した瞬間、背筋が凍る。おい！工藤の声がする。やべえ、これ。その言葉の意味を完全に理解するより先に、それがゆっくりと手を挙げた。動きは緩慢なのに、距離だけが異様に近い。ほんの少し腕を伸ばせば、触れられる位置にもう来ているんだ。
指の間に細いものが握られていた。針のように細く、先端だけが不自然に鋭い。光を反射しているわけでもないのに、その尖りだけがはっきりとわかる。そしてそれがゆっくりと持ち上がる。俺の顔の高さまで。逃げなきゃいけない。頭ではわかっているのに、体が全く動かないんだ。瞬きすらできない。視界の中心にその先端が入る。ピントがそこに合ってしまう。来る。そう理解した瞬間、時間の流れが引き伸ばされたように感じた。ゆっくりと、ほんの少しずつ、その先端が近づいてくる。あと数センチ、数ミリ。その距離が異様に長い。その時不意に気づいた。周りの連中がまた動き出しているんだ。ゆっくりと円を描くように。さっきと同じ動き、さっきと同じリズム。ただ一つ違うのは、視界がそれに引っ張られているということだった。世界が俺を中心にして円を描いている。いや、違う。俺が中心にされている。その感覚に気づいた瞬間、吐き気に似た不快感がこみ上げた。ナバシトゥラ。声が重なる。それはさっきよりも低く、重く、近い。その中で、それだけが動かない。目の前でじっとこちらを見ている。片方の目だけで。そのまま先端がさらに近づいた。あとほんのわずか。触れる。そう思った瞬間、ピタリと止まった。完全に動きが止まったんだ。先端は目のすぐ前で静止している。ほんの紙一枚分もない距離だった。なのに、それ以上は来ない。時間が止まったみたいだった。その後で、やめろ。声が遅れて聞こえた。それは遠藤の声だった。次の瞬間、何かが弾けたような音がした。視界がぐらっと揺れる。円が崩れる。周りの動きが乱れた。おい、こっちだ。工藤の声が今度ははっきりと聞こえた。誰かに腕を強く引かれる。そして体がようやく動いた。足の感覚も戻る。俺は引きずられるようにしてその場から離れた。振り返ろうとはしたが、無理やり前を向かされた。見るな。遠藤の声だった。さっきよりも強い。ほとんど怒鳴り声に近かった。そのまま走る。どれくらい走ったのかわからない。気づいた時には、さっきまでいた場所とは全く違う通りに出ていた。人通りも増えていて、さっきの異様な空気はどこにもない。三人ともその場で足を止める。しばらくは誰も何も言えなかった。荒い呼吸だけが響く。するとやがて工藤が口を開いた。なあ。声が震えていた。今の完全に俺の夢と同じだった。俺は何も答えられなかった。代わりに遠藤の方を見る。遠藤は珍しく表情を崩していた。わずかに眉を寄せ、舌打ちを一つする。面倒なの連れてきたな。低く、そうつぶやいた。その言葉の意味を聞く余裕はなかった。ただ一つだけ、はっきりとしていることがある。さっきのは偶然ではない。その後俺たちはほとんど何も話さずにホテルへ戻り、荷物をまとめるとそのまま空港へと向かった。
観光の予定はすべてキャンセルした。誰も文句は言わなかった。そして日本に着いたのはその日の夜だった。空港に降り立った瞬間、ようやく戻ってきたという実感が湧く。空気も匂いも音も全部が違う。それだけで少しだけ気が緩んだ。荷物を受け取り、出口へ向かいながらようやく会話が戻った。海外憧れてたけどさ。工藤が苦笑いしながら言う。もう行きたくねえわ。俺も小さく笑った。まあな、俺もコリゴリだわ。今回はマジで死ぬかと思った。遠藤が前を見たまま言った。だから言ったんだよ。少しだけ間を置いて続ける。あの言葉な。ナバシトゥラ。足がほんの少しだけ止まりかける。それでも遠藤は構わず続けた。普通のもんじゃねえんだ。短くそれだけを言う。工藤が眉を潜めた。じゃあ何なんだよ。遠藤はすぐには答えなかった。少しだけ考えるようにしてから低く言う。呼ぶ側の言葉だ。それ以上は言わなかった。でもそれだけで十分だった。あの時お前が言ってたんだ。鏡に向かって。工藤の顔が少しだけこわばる。ああ、そういうことか。それで繋がったんだ。短い説明。でも妙に納得してしまう。遠藤はそのまま今度は俺の方をちらりと見た。一回じゃ終わらねえんだ。だから次はお前に来た。背筋に冷たいものが走った。あの連中は？と俺が聞くと、遠藤は小さく息を吐いた。ああ、知ってる側だな。それだけを言って話を切る。それ以上は何も言わなかった。そして少しの沈黙の後、工藤がわざとらしく声を上げた。まあ、生きてんだからさ、それでいいじゃん。その軽さに俺は少しだけ救われた。思わず笑ってしまう。今回危ない目にあったのもお前のせいだろ。遠藤も小さく続けた。本当だよ。工藤は肩をすくめる。悪い悪い。次こそは何も起きない旅行にしたいもんだな。そう言いながら俺たちは歩き出した。そしてふと横のガラスに視線が映る。三人で歩いている。そのはずだった。その中で一人だけ笑っていない顔が混ざっている気がした。